皆さんこんにちは。11月6日のボイドお疲れ様でした。いつもの集計が終わりランキングサイトに公開完了しております。また集計値のまとめを動画でご報告させていただきます。まずは、ボイドのポイントについての順位を確認させていただき、ボイド前後の戦力、殺害、損失数の差分を確認させていただく流れで説明いたします。さらに、前回動画で触れた第3惑星の統合後ワールドの勝敗結果についても簡単にご報告いたします。それでは、早速同盟の11位から20位の同盟単位獲得ポイントがこちらです。統合による相関関係を確認するため、直近の統合日を表示しています。今回統合の209の金同盟が20位にランクインしています。第3惑星常にトップ戦力の 175NMD は安定した強さを証明しています。他、99の BTS、52の ED1 といった競合も確認できます。285のケース X は見事、安定さを取り戻した様子です。最近の調子はとても良さそうです。343もよく目にするようになってきました。また少し意外ですが、1は今回 WOF がトップとなっております。AOD は少し休憩をしたのでしょうか。次に1位から10位がこちらとなります。最初に目が行くのが30でしょうか。なんと、2同盟が10位以内にランクインするといった強烈なワールドです。NX3 とコアは戦力で熾烈な争いをしていますが今回は戦力通りの結果となっています。そんな超強力同盟に309のガンが近い数値を獲得できています。正直、ここまで安定した強さを維持できるのは驚きです。208の DNK が4位ですが、一時期内戦の噂を聞きましたが調子が良さそうです。208は3同盟が同程度の戦力を保っており、過去対戦した際のイメージでは、それぞれ活発なワールドでした。そして、統合直後の163が5位となっております。187が内戦疲れがありそうなものですが、見事9位にランクインしています。次に指揮官のボイドポイントランキング11位から20位がこちらです。356の LTD から2人が20位以内にランクインしています。また286も調子を上げてきていますがガジャ氏が14位です。52のサイエズ氏がこの順位なのは第3惑星が相手だったことが理由なのかもしれません。330のウクセップ氏も最近のボイドでは常に大量のポイントを獲得しています。次に1位から10位がこちらとなります。トップは457の方ですが、2.3 ギガポイントとなっております。すでに統合を終えていますが、データが獲得できなかったため空欄となっております。219の DSM 氏は統合後も調子が良さそうであり、2の夜空氏も相変わらずです。246ではここ最近サッピーユアッピー氏がトップを維持しております。333の黒氏、317の赤髪氏もよく目にするプレイヤーです。400番台後半から500番台の方が半数を占めております。それではボイド前後の指揮官の殺害数の差分について11位から20位がこちらです。なお、前後とはいえ1週間程度の開きがあるので内戦やパージの数値が含まれる場合がございます。よく目にするメンバーがいますが300番台以降のプレイヤーも多いです。次に1位から10位がこちらとなります。1位と2位が219ですが、ベアリアット氏はおそらくパージの数値が含まれているはずです。また、先ほどトップだった457のプレイヤーも都市が配置できないため計測できておりません。221のズクン氏も少ない損失で大量の殺害を行っているみたいです。ガジャ氏も同様です。戦力低下0が4名いますが、徴兵による増加が勝っているという意味合いとなります。それでは、次に損失のランキングとなります。11位から20位ですが全体順位としては低い値となっております。全体順位は殺害数から損失数を引いたものが計算対象のポイントとなっています。C33 から C36 のプレイヤーが20メガ程度戦力低下しているので痛手と言っていいでしょう。殺害数の上昇値が少ないプレイヤーはシールドが外れてしまったことが原因かもしれません。そして1位から10位がこちらとなります。20位までと比較し、C37 や C38 が目につきます。また、失った戦力も20メガでは少ない方で多ければ50メガを超えております。あまり触れない方がいいのですが、255のナルト氏は219以降2回目となってしまいました。219も52も危険極まりないワールドです。150メガあっても一瞬のミスが命取りになりますので皆さんも気をつけましょう。それでは、ボイド前にピックアップしてたワールドの対戦結果を確認します。まずは、統合後ワールド同士の209と163です。驚くのは、40ギガを超えるポイントを両ワールドが獲得していることです。さすが2回目統合ともなると、戦いの激しさが半端ないといったことでしょう。また、そんな熾烈な戦いを制したのは第3惑星の209となりました。
同盟順位としては1位と3位が163となっていますが209はそれ以外の同盟の活躍もあったのでしょう。また、指揮官としても上位3名は163が制しています。団結力が最後の結果を残したといった感じなのでしょうか。次に、219は320に対し、勝利しています。ここは前評判のままでしたが、320はよく検討したと思います。統合回数が違い、さらにワールド番号が100後発であり、さらに219が相手です。今回の戦いで得た技術面を次回以降適用すれば、また高い勝率を維持できるワールドだと思います。そして、統合とは関係ありませんが255は52に6ギガ差といった勝負となりました。52を任せるワールドはすぐに思いつきません。ポイントがやや低めですので、一瞬の隙を突くような状況が続いたのだと思います。255としては、今後の対戦相手が気になるところです。もう一つ、基礎数値では第3惑星トップの246は286に敗れました。286は調子を上げてきており、団結力があります。指揮官ランキングでは246が上位を占めていますが286は団体戦を制することができたのでしょうか。最後246と戦った印象では、GHW 以外はあまり団体戦を行っていませんでした。内戦は終了しましたが、ワールドがまとまるのはもう少し時間がかかるのかもしれません。それでは、最後に惑星集計を少し確認して終わります。まずはボイドの数値としての平均値がこちらです。第1惑星の殺害数が目立ちます。しかし、第5惑星がそれに次いだ高さとなっており、第2惑星が低めといった印象です。これについては、損失も同様となっております。第5惑星の戦いは激しかったと言えるでしょう。これが今回のみの傾向か不明です。次に、基礎数値の惑星平均がこちらです。ボイド終了時点の各ワールド96都市平均値です。そう考えると、第1惑星の56メガといった戦力は高いといった印象です。第2惑星も統合によりだいぶ第1惑星に追いついてきました。殺害数、損失数はプレイ期間にも比例するのでこのような数値となっております。それでは、今回のボイド結果のまとめはここまでとなります。詳細はランキングサイトの URL を概要欄に貼っていますのでそちらでご確認ください。ご視聴ありがとうございました。